のささやきの朗読や放課後の備品庫。放課後の校舎は昼間のざわめきが嘘のように消え、しんとした冷たい空気に包まれていた。俺は文化祭の準備で体育館横の備品庫にある脚立を取りに行くように言われた。廊下にはもう誰もいない。夕日がガラス窓を通して床に長い影を落とし、校舎全体がゆっくりと夜に沈んでいくようだった。備品庫の扉は古く、開けるたびにギギッときしむ音がするはずだった。けれどその日、取っ手を引いた瞬間、まるで内側から誰かが押さえているような、そんな手応えがあった。俺は一度手を離し、耳を扉に当てた。すると、中から小さく、カサカサという音がした。ネズミか何かだろうと自分に言い聞かせて、再び力を込めて扉を押した。暗い空間が開けた。体育用マット、古い椅子、使われなくなった机が乱雑に積み上げられている。その奥で人の肩ほどの高さに細く長い影がゆらりと揺れていた。俺は思わず息を止めた。先輩か誰かが残っているのかと思ったが、その揺れは風とは違った。だって倉庫内に風はないんだ。俺は脚立に手を伸ばし、視線をそらさないまま一歩ずつ後退した。その時、足元に何かが転がった。小さな名札だ。拾い上げると、そこには知らない名前と2年3組と書かれていた。だが、俺の学校にはもう2年3組は存在していない。去年事故で封鎖された教室だった。胸の奥で何かがきしむ音がした。その瞬間、奥の影がこちらに向かって伸びた。俺は名札を握りしめ、一歩、二歩と後退する。脚立の金属音がガタンと響き、その音で影の動きが速くなった気がした。備品庫の空気が急に重く湿った。まるで地下室に閉じ込められたような、そんな息苦しさ。扉まであと2歩。その時、名札の文字が見えない指ですられるようににじみ、名前が消えかけていた。耳の奥で誰かの声が囁いた気がした。返して。それは声というより空気が震える感覚。俺は脚立を投げ捨て、扉の取っ手に飛びついた。冷たい金属の感触のはずが、粘りつくような、そんな感触に変わっていた。引き剥がすように扉を開け、廊下へ転がり出た瞬間、背後から何かが勢いよくぶつかってきた。振り返ると、扉は閉まっていた。ただ、ドアの下のわずかな隙間から、黒い影が紙のように這い出そうとして、やがて溶けるように消えた。俺の手にあったはずの名札は消えていた。代わりに手のひらに
黒いインクの跡が残っている。翌日、恐る恐る備品庫を開けてみた。脚立は元の場所に立てかけられていた。ただ、扉の内側いっぱいに黒いマジックで大きくこう書かれていた。2年3組に返した。その文字の下に乾かないインクの雫がいくつも垂れていた。下校時の非常階段。俺が通っていた中学校は古い校舎と新しい校舎が継ぎはぎみたいになっていて、その境目にだけ使われていない非常階段があった。使うなと書かれた札がかかっているのに、なぜか鍵はかかっていなかった。噂では昔ここから生徒が転落したらしい。3年の秋、部活帰りが遅くなった日、友達と別れて、俺一人でその前を通りかかった。階段の下に置かれた鉄製のバケツが風でカタカタ揺れている。薄暗い夕暮れの空気が冷たく、誰かに見られている気がして、足早に通り過ぎようとした。ふと目に入ったのは階段の段数だった。いつもは10段しかないはずなのに、その日は11段目が見えている。え？と思って立ち止まった。見間違いかと思い、目をこすってもう一度見た。やっぱり段が一段増えている。なぜかその奥の踊り場が夕方の光を吸い込むように暗かった。遠くでチャイムが鳴った気がした。放課後の校舎はもう誰もいない。俺は胸の奥が冷たくなる感覚のまま、一歩だけ階段に足を乗せてしまった。ギシッと乾いた音が鳴った瞬間、後ろで、そこはダメだよ、という小さな声がした。振り返ったが誰もいない。そのまま足が抜けなくなった。踊り場の暗さがゆっくりとこちらへ伸びてきていた。暗さは霧のように濃く、足首から這い上がる冷気に体が固まった。抜けなくなった足を必死に引こうとするけど、階段の段が粘土みたいに柔らかく沈み込んでいく。指先に汗がにじんだ。すると、また同じ声で、そこはダメだよ、と、耳ではなく、頭の奥に直接響いた。子供のようで、でも、声の奥に、ひどく古い響きが混じっている。見下ろすと、11段目から下が消えていた。ただ真っ暗な縦穴だけが口を開けている。足首のあたりを冷たい手のようなものが撫でた感触がした。その瞬間、反射的に体を後ろに倒した。視界がぐにゃりと歪み、気がついたとき俺は元の地面に尻餅をついていた。非常階段はいつもの10段に戻っていた。夕暮れの校舎は静かだった。ただ、踊り場の手すりに誰かの手形が残っていた。黒い泥のような跡で、
指先が細く、異様に長い。翌日先生に聞いたら、その非常階段はもう使っていないし、段数なんて昔から10段だ、と言って笑われた。けれど、俺の靴下には、泥のような黒い指の跡がはっきりと残っていた。今も時々夢に見る。10段目の下に増えた11段目がこちらを待っている夢を。旧図書室の貸し出しカード。うちの高校には今は使われていない旧図書室がある。本館の奥の廊下の突き当たりにあって、普段は施錠されているが、鍵穴が壊れているのか、時々ドアが開いている。その旧図書室には、古い本と一緒に昔の貸し出しカードが山積みに残っているという。誰かがいたずらで名前を書き足しているという噂も聞いた。2年の冬、放課後の補習が終わった後、俺はなぜかその場所に行きたくなった。図書委員でもないのに。薄暗い廊下の奥、窓から差し込む光が弱くなって、空気が湿った紙の匂いで満ちていた。ドアノブを押すと、あっけなく開いた。旧図書室はひんやりとしていて、床に積まれた本の山が影を作っている。奥の棚にプラスチックの箱に刺さった大量の貸し出しカードが見えた。俺は興味本位で一枚抜いてみた。そこには今の在校生にはいない名前が今日の日付で書かれていた。俺は何気なく隣のカードもめくる。そこにも同じ名前が並んでいる。日付だけが毎日増えている。カチッという音がした。図書室の奥の影がゆっくり動いた気がした。誰もいないはずなのに、ページをめくる音が棚の向こうから聞こえてきた。俺はカードを戻そうとした。だがその瞬間、自分の名前がその貸し出しカードの再下段に書かれているのに気がついた。その瞬間、指先がひどく冷たくなった。カードを離そうとしても、まるで薄い糸で指先を縫われたように動かなかった。棚の奥で本が一冊だけ床に落ちる音がした。その音が合図のように、旧図書室の奥の暗さが膨らみ、誰かの輪郭のようなものが浮かんできた。白くて細長い指先だけが先に見える。それがページをめくる仕草をしているのに、本はもうない。返して。と、乾いた紙が擦れるような声。俺は無我夢中でカードを引き抜き、床に落とした。その時、自分の名前の横に、返却済みと赤いスタンプが押されていくのが見えた。足元に薄い紙のようなものが絡みつく感触。それは貸し出しカードそのものの裏面で、無数の名前が鉛筆で刻まれている。返して。と、声が耳の奥で二度目になった瞬間、俺はドアへ駆け出した。開け放ったままの扉を抜けて、廊下に転がり出ると、冷たい風が顔を打った。
振り返ると、旧図書室のドアは閉まっている。ただ、カードだけが手のひらに貼り付いていた。名前の欄は白紙で、日付だけが今日の日付になっている。翌日、図書室前の掲示板に、旧図書室への立ち入り禁止の張り紙が貼られていた。その下に誰が書いたのかわからない赤い文字でこう記されていた。返してくれてありがとう。理科準備室の骨格標本。うちの中学校の理科準備室には古い骨格標本が一体だけ置かれていた。全身が茶色く変色し、眼下の奥が真っ暗で、誰が見ても気味が悪いものだった。先生は本物じゃないと笑っていたけど、誰もその前に長く立ちたがらなかった。特に冬の夕方、部活終わりの理科室の前を通ると、廊下の暗さと相まって、あの標本がこっちを見ている気がして仕方なかった。2年のある日、理科準備室に呼ばれ、使う器具を取りに行くことになった。すでに放課後、校舎にはほとんど人がいない。ドアを開けると、薬品と古い木材の匂いが混じった、そんな空気が一気に流れ出てきた。奥の壁際にいつもの骨格標本が立っている。だけどその日はほんの少しだけ位置が変わっていた。いつもは壁際にまっすぐ向いていたのに、わずかに斜めを向いて顔だけがこちらを向いている。誰かが動かしたのかと思って近づいたが、標本の足元の床に見たことのない紙片が下に落ちていた。拾い上げると、誰かの名前が書かれている名札だった。それは去年行方不明になった先輩の名前だった。標本の眼下の奥に一瞬だけ光が反射したように見えた。標本の眼下の奥の光がじわじわと大きくなっていくように見えた。気のせいだと思おうとしても視線が外せない。手の中の名札が湿って紙ではなく皮膚のような感触に変わっていく。指先に細い線のようなそんな痛みが走った。標本の顎がわずかに開いた。すると乾いた骨が擦れるような声が響いた。それが耳ではなく頭の奥で響く。足元の床がゆっくり沈み、白い粉のようなものが靴にまとわりついた。標本の肋骨の間から何か黒い布のようなものがゆらりと垂れ下がる。それが去年いなくなった先輩の制服の色に見えた。俺は反射的に名札を棚の上に投げると、標本の頭がガクンと下を向き、全身が糸が切れたように崩れた。その瞬間、理科準備室の電気が一斉についた。誰もいない。骨格標本は元通り壁際に立っている。ただ、肋骨の間に黒いリボンのようなものが挟まっていた。翌日、先生に聞いても、そんな名札も制服も見つからなかったという。
でも今も理科準備室の前を通ると、標本が必ずわずかに斜めを向いて、俺の顔だけを見ている気がする。はい、最後までお聞きいただき、ありがとうございました。もし、この朗読が少しでも怖いと感じていただけましたら、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた次の朗読でお会いしましょう。